始まりました。はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、ライオンさんとは初めての企画になるんですが、はい、これからスルタイの統率者を始めようと思っている人におすすめの統率者4選というなるほど。このシリーズがはい、超久々にやることになりました。もう各色やってきたんですよね。そう、各色やってきた歴史があるんですが、はい、まあ大体4体選んでやっていくんですよ。はい、で、初めてライオンさんと4体を選ばさせていただきましたんで、まず発表させていただきます。まず1体目は、こいつは最近再録されたばかりということで、いいんじゃないかなということで、人気の統率者なんですけど、はい、あえて入れさせていただきました。墓波ムルドローサになります。めっちゃ、有名と言いますか、スルタイと言ったらこいつみたいな。統率者では人気のカードですよね。はい、そうですよね。能力説明しますと、6マナ66で、あなたの各ターンの間、あなたはあなたの墓地から各パーマネントタイプのパーマネントカードをそれぞれ最大1枚プレイしていいと。単純にアドだと。そうですね。もうこれ、墓地にあるカードタイプの数だけ、アドが取れちゃうと。やばいですよね。もう何回も使い直すことができるみたいなイメージですよね。だから使い捨てのカードっていうのが多分おそらく入ってるんじゃないかなということで、例えばなんか最悪の奉仕ガエルっていうカードがあるんですけどサクルトノームっていうね、最悪ですね。こいつは何回も使えちゃったりとか、その代わり1回です。そうですね。1回。対戦相手3人とかいるはずなんでね。で、1回使えちゃったりとか、あと例えば、ブレイズを強く使い回せますよね。そうですね。ブレイズで結構爆破ド取れて、それをサクったやつを自分のターンの強いターンまた返すことができるってことですよね。そうですね。だからかなり使い勝手がいいと。強く使えると。で、なんか探してきてもらったんですが、グラシアルキャズムっていうカードがあるみたいなんですけど、一応能力説明させていただいてよろしいですか？これなんか変なカード。やばいです、これは。土地です。土地です。レイカーアップキープ2点のライフを支払います。2点ライフ払わなきゃいけない。そう。なんで、2ターン目は4点ライフ払わなきゃいけないよっていう感じのカードですね。なるほど、なるほど。レイカーアップキープなんですね。で、こいつが場に出たとき、土地を1個生贄に捧げなきゃいけない。これ大変です。けど、ムルドロースは一応回収できると。あなたがコントロールするクリーチャー攻撃できない。これデメリット能力ばかりだと。だからやばいんですよ。とにかくやばいんですが、あなたに与えられる全てのダメージを軽減すると。カジュアルだと。無敵っすよね。基本的には。やばいっすね。だからこれも出すタイミングも攻撃してからこいつ出せばいいんですよね。だし、土地も作んなきゃいけないですけど、これ2点払って一旦待てば墓地から土地復活できると。だから伸びていくでしょうし、そう考えるとかなり無敵と言いますか。なんかもう完全に防護体制というか無敵の状態が作れると面白いですよね。中ファッティが並んでる状態でこれ出したら半分ぐらい25% ぐらい決まりますか。ダメージソースしかない相手だったらもう罪の状態にはなると思うんで。確かに、いいカードですよね。あとフィニッシュカードはどんなのでフィニッシュしていくかっていうと、精神冷蔵機で相手のターンを奪っては奪い奪っては奪いすれば毎ターン精神冷蔵すればそのうち勝てる。もう相手は嫌いになるでしょうね。そうですね。嫌われるかもしれないんですが、でも楽しいっちゃ楽しいですよね。そうですね。一応じゃあ負けていいわってなるぐらいのいい塩梅ですよね。そんな感じになりますかね。10マナ使ってますからね、これ。6マナで帰ってきて4マナみたいな、オープンリーチでみたいなことですからね。5ターン後ぐらいには勝てるやろっていうことになりますよね。ここからは未来を想像したいんですが、例えばこいつの未来はバトルみたいなのが追加される未来があるんじゃないかと。そうですね。バトルって多分1セットしか出てないんで、今後また強力なバトルが出たらなるほど、強力なバトルが出たら、それを強く使えるかもしれないですし、さらにそれ以外の種類ももしかしたら
追加される可能性もあるんじゃないかと、そうですね。バトル出た時結構びっくりでしたからね。確かに確かに、はい、衝撃でしたよね。はい、だから10年に1回ぐらいはその強化される未来が逆に言えばだから10年後また着目されるかもしれないからありえるんじゃないかと。はい。じゃあ次を逃走者いきましょうか。次はうちで紹介した逃走者ももちろんやっていこうということで、賢きモスマン、うん、こいつカジュアルだと結構人気ですよね。うんうん、そうですね。うちの動画では C の動画として上げさせていただいたんですが、一応概要欄に貼っておきます。で能力説明しますと、スルタイ4マナ33飛行で、こいつが場に出るか攻撃するたび各プレイヤーがそれぞれラットカウンターを1個得ます。ラットカウンターっていうのは戦闘前メインフェーズの開始時にそのカウンターの数分切削して土地でないカード1枚につき1点のライフを失うという能力ですよね。はい、でラットカウンターがその分取り除かれると。そうですよね。いう感じになります。それがコンバットするか場に出るたびモスマンがまず1個ずつみんな与えると。でその能力じゃなくてもいいんですけど、土地でない1枚以上のカードが切削されたらさらにですよ、はい、そのラットカウンターとは別に、はい、こいつの能力でクリーチャーを最大 X 体を対象としてそれらの上にそれぞれ11カウンターを置きます。はい、で X はこれより切削されて土地でないカードの枚数に等しい、これちょっと微妙な書き方なんですが、 X 体を対象とするので、例えば3切削されて場に2体しかクリーチャーがいない場合は、はい、2個しか対象が取れません。ああ、なるほど。2個しか乗らないんですよ。っていう能力なんですね。はいはいはい。でまあ例えばどんなカードが入るかっていうのをうちの動画を参考にして言いますと、例えばカササギのやつを僕は結構入れたんですね。要は戦闘ダメージを与えると誘発するタイプの。そうですね。でアドが取れる、はい、要は2マナのクリーチャー、例えばオークヘイムの敵対者みたいな、はい、あと闇の腹心、あとフェアリーの黒幕、みたいな、そのアドが取れる2マナのクリーチャーって探せば結構いるんですよ。はい、まあ3マナでもいいんですけど、アドが取れた上に11カウンターを乗っけていけばいいんですよ。なるほど。そうするといっぱい手札引けるじゃないですか。はい、で盤面は強化されていくんですよ。でドローもできて、でカウンターも構えられて、盤面も作れて、でコンボまあ決めてもいいですけど、はい、決めなくても結構強いですよね。まあそうですね。まあ盤面単純に強化して、そうですね、いろいろ投げていけばいい。そうですね、結構強い構成になってます。はい、まあこの色なんで何のコンボを決めてもいいと思いますが、はい、まあ楽しそうなんでおすすめです。まあ、こいつの未来を一応想像しますと、どんな感じになりますかね。まあ、単純に軽量の強力なクリーチャーが増えていくっていうのもありますし、はい、先ほど言っていただいたカササギ系の能力っていうのは今後も絶対減らない、もっともっと強力なカードが増えていくんで、そういったカードが相性よく入ってくるんじゃないかなって思うんで、はい、いいんじゃないかと。はい、特に2マナ域のそのカササギっていうのが強化されるとかなり強くなると思いますんで、そうですね。はい、よかったらやってみてください。概要欄貼っときます。はい、で次の逃走者いきますが、次はですね、これもうちの動画でやりました。ラグーンの神秘化アーチェロスになります。ほう。こいつはスルタイの4マナ、まず能力を説明します。で24です。でこいつがタップ状態である限り他のパーマネントはタップ状態で戦場に出る。でこいつがアンタップ状態である限り他のパーマネントはアンタップ状態で戦場に出る、はい、ということなんで、簡単に一言で言いますと、モンですはい、はい、モンデッキ、はい、いわゆるモンが全てアンタップインなので、まあ、以前モンを調べた回があったんですが、はい、その回ではモン最強はこいつでした。なるほど。はい、モンがとにかく全部アンタップインなんで、メイズエンド自体がアンタップインだと、はい、できる状態で、例えば、風景の変容っていうスケープシフトを打つと、はい、その出てくる土地が全部アンタップインなんですよ。もう要はタップ状態で置かれるって書いてあっても、そうです、アンタップインすると。そうなんですよ。だからめちゃめちゃ強く使えまして、で相手のターンはこっちもし24なんで殴りに行けば相手はタップインなんですよ。そうですね。そうなんですよ。これあらゆるパーマネントですよね。そうなんですよ。じゃあ相手土地基本土地をこうがタップインとやばいなこれ。結構いいかもしれない。はい。で1枚フィニッシュカードがありまして、結構まあカジュアルなんで重いんですが、9マナの緑のソーサリーの大地の作り直しというカードになるんですが、はい、だいぶ
派手ですね。派手ですね。はい。ライブラリーから土地カードを10枚探してタップ状態で戦場に出すと。つまりメイズエンドが1枚で決まるという。これアンタップインします、ね、アンタップインしますから、はい、っていうことですよね。そうです、はいはい、でそこから10万で起用できるんで、はいはい、決まり終わりですね。終わりなんで、はい、一応まあそんな感じで勝っていくんですが、こいつの未来を想像しましょうか。はい、未来はどうですか。はい、そもそもまずノンって最初はギルドモンしかなくて、はい、確かにまず3色じゃ絶対組めなかったんですよ、メイズエンド。組めなかったですね、はい、5色だったんですね、はい、がまあ組めるようになったっていう時点で、はい、まあその時点で強化されてる、はい、で今後ももしかしたらもう増えていくかもしれない、増えてきますね、どんどん、はい、っていうところが強化ポイントになってくるんじゃないかなって思いますし、はいはい、まあ、もしかしたらですけど、はい、メイズエンドのアッシュみたいな、また変わったね、はい、土地コンボみたいなのが生み出されるかもしれないんで、確かにありえるかもしれないですよね。強くなる未来はあるかもしれません。はい、じゃあ次の逃走者いきましょうか。はい、次はこのライオンさんのおすすめのそうですねこいついいんじゃないかっていう、はい、生態で探した時に良さそうだなって思ったやつをまず斬新にね紹介させていただきたいんですが、規制された船長ザビエル・サルって聞いたことねえっていういや僕も知らなかったです、正直調べるまでこれ能力説明しますと、3マナ33でタップすると2個能力がありまして、コントロールしていてこれでないパーマネントの上からカウンター1個を取り除きます。何のカウンターでもいいですと、はい、そしたら居住を行う。居住っていうのはトークンをコピーできるんですよね。はい、そうです。そうですよね。でそれがカウンター1個取り除くことでできると、はい、かもしくはもう1個の能力はこれでないクリーチャー一体を生贄に捧げると増殖を行う、はい、っていうののどちらかだと。そうですね、はい、どちらもソーサリータイミングにはなってます。なるほど、ソーサリータイミングですね、はい、まずどんなカードが例えば入るかって言いますと、まあ単純に倍増の季節みたいな、はい、トークン2倍カウンター2倍っていうのは強いっていうのは分かると思うんですけど、はい、そうですね、はい、で他には例えばどんなカードが入りますか。まず侵入警報っていうカードがめちゃくちゃ相性良くて、侵入警報っていうのはバニークリーチャーが出るとアンタップするっていうカードですよね。はい、はい、なんでこれバニークリーチャーが出るとこいつが起きるんですよね。はい、はい、っていうことは、はい、カウンターの数だけ居住し放題になるんですよね。なるほどなるほどなるほど、はい、居住でトークン出るはずなんで、そしたら起きると、はい、っていうことで、はい、また寝かしてカウンター取り除いて居住すればっていうことで、カウンターをトークンに変換できるっていうのが、まあ、侵入警報だとできますと。でそこから、そのトークンをサクると増殖もできると。一応できます。なるほど、はい、ということで一応まあ小走り菓子からいきますか。はい、はい、小走り菓子というカードをご紹介させていただきたいんですが、小走り菓子は緑の3マナのクリーチャーです。こいつは進化という能力を持ってまして、これよりもパワータフネスどっちかが上のクリーチャーが出た時に1カウントを1個置くと、はい、合ってますよね。合ってます。でこいつの上に1個以上のカウンターが置かれるたびに11のリスが出てくると、はい、つまりこれが出てる状態でこいつの上にカウンターが置かれました、はい、つまりパワーがこいつ 1,2 なんで、はい、まあパワー2とか3のタフネス3のやつが出ましたと、はい、その時点でカウンターが乗ります。乗ってでこの逃走者の能力でタップでカウンターを1個取り除きました、はい、でトークンを出します。そのできます、はい、いや最初まずプラス1カウンターが乗った時点で、はい、トークンが出てる、はい、出てる、はいはい、でサクります。そうサクってプラス1カウンター乗っけるでアンタップしてでそれ侵入警報がある状態だったら、はい、無限パンプして無限トークンになると。そうですね、最終的にはそうなります。なるほどなるほどという感じの活字が一応あるんじゃないかと。はい、ということで他にはどんなカードが良かったりします？そうですね、まあ単純に最近だと、まあ、毒を与えるカードっていうのも増えてきて、まあ、例えばですけど、パイレクシア病の前触れっていうカードがあって、まあ、単純に毒カウンター1個与えてバンドルするだけなんですけど、1回毒与えてあとは増殖9回すれば勝てるんで、毒殺ってパターンもありえるんじゃないかと。そうですね、増殖もめっちゃ相性いいですよねこの感じだと、はい、なんで例えばその、まあ、感染の飛行のクリーチャーとかに、カウンターを乗っけてそれをでかくして殴って倒すみたいなことも
そうですね。可能性としてはありえますよね。ありますあります。もしかしたらいきなりなんかプラス1カウンター9個乗ってうわーって投げてくるかもしれない。相手のドッグを減らすのもあるし、感染も増やせるし、両方相性がいいってことですよね。そうですね。なんか類上に増えていくみたいな。そう。なんかカウンターが増える量だけカウンターの総数だけ増えるんで、相当なんか一気に増えるんですよ。よくわかんないんですけど。結構楽しそうですよね、やってて、まあおすすめですよね。で、こいつの未来を一応想像しますとどうですか？割と最近毒の扱うテーマが出て、毒性っていうカードがあったりとか、先ほどのカードみたいな感じで直接毒を与えるカードとかも増えてますし、そういった感じで毒っていう概念は今後も増えてくるんじゃないかなっていうところで、そういったところがまず一つ対象になるかなと思います。で、あともう一個カウンターって今種類がすごい増えてて、なんか縦カウンターだのキーワードがついてる破壊不能カウンターとか二段攻撃カウンターとかありますよね。いろんなカウンターが出てて、単純にカウンターと相性いいので、カウンターを1個取り除けばいいですしね。破壊不能カウンター2個乗ってても意味ないんでそれも増殖できちゃったりとかするし、かなり相性がいいっていうことですよね。だからこいつの未来も明るいんじゃないかと。そうですね。そんな感じで4体ご紹介してったんですけども、いかがだったですか？やってみてやっぱスルタイとかになってくると、結構選択肢狭くなってきたりもすると思うんで、1枚だとやっぱりどうしても、ただその中でも結構調べていくといろんな、逃走者がいて、いますよね。結構いましたよね。今回紹介したのもだいぶなんか違った方向性の逃走者を紹介できたんじゃないかなって思うんで、探せばいるかもしれないと。自分がやりたいことと合致した逃走者見つけてもらって、そうですね。他にもなんかスルタイでいい逃走者いたらご紹介していただければありがたいので、自分も知りたいですコメントしていただければと思います。あとチャンネル登録お願いします。高評価もお願いいたします。今回の動画は以上になります。おしまい。